ジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。さあ、文化放送からお送りしてますレコメンですが、この後は、キング&プリンス永瀬廉君のレディオガーデンですが、はい。廉君、昨日ニュースにもなっていましたが、これ乾燥肌治療薬、CM の。ヒルマイルドの CM に戦争が決まったそうです。おめでとうございます。おめでとう。そしてその CM の記者会見の中で、うん大阪時代、桐山君の家に泊まりに行った時、めちゃくちゃココナッツの匂いがして、ここはハワイかと、語って笑いを取ったそうです。覚えてますか？覚えてる。一人暮らししてて、当時から。で、みんなでなんか打ち上げかなんかした。ほいで、打ち上げ会場から、俺んちまですごい近かったんやけど、そうなんや。俺がもう、ヘベレケなと思って、丸山君と関ジャニ∞の丸山君とずっと乗って。で、レンが泊まりに来るっていうのは決まってて、レンにずっと一緒に連れてってって俺が言って、レンが、俺の家を運んでるって一緒にもう本当にご迷惑をおかけしましたね。でもそのことは語らずにココナッツの匂いがしたっていう。優しいな。言うてもだけど、カットしてくれる今のところ。やわ、もう流れてもうさあ、というわけでございまして、それでは廉君よろしくお願いします。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。9月に入りました。そろそろ暑さも落ち着いてきますかね。もう暑いんだよ、この収録してる時は。もうなんかもう嫌いやわ、夏。超嫌い。もうなんか暑さ対策としてはないね。ない。もうほんとひたすら耐えしのぐ。エアコンももちろんつけてるし、もう俺すげえ早い段階からつけてたよ、もうエアコン。6月ぐらいから。いやなんかないかな、暑さを感じないように。アイスとかエアコンってなっちゃうよね、やっぱ。あとは外に出ないっていうことよね。買い物とかしててさ、体力を持ってかれるから、暑いと。買い物が長いことできないっていうのはすごい最近悩み。アルバムリリースして今週末からツアーも始まるわけですから、お互い体調に気をつけて、もう少しの間我慢しましょう。よし、それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。リスナーの皆さんから届いた2つ目の紹介していきましょう。まずはこちら。大阪府は観葉植物大好きさんからいただきました。レイ君こんばんは。観葉植物のお水をあげるタイミングについてメールしました。夏場は毎日とか冬場は月1回など言われるかもしれませんが、植木鉢が軽くなってからお水をあげてください。それは夏場でも冬場でも同じです。そうすると根腐れしません。お水をあげるときはたっぷりと、植木鉢の下から水が流れてるくらいです。あと観葉植物は光が大好きなので明るい場所に置いてあげてください。ですが直射日光を避けてくださいね。早気を起こしてしまいます。それと冷房や暖房が直接当たる場所も避けてくださいね。乾燥も大敵です。たまに霧吹きで葉っぱにお水をかけてあげると喜びます。観葉植物が気になるのでこれからもラジオ聞き続けますね。だって観葉植物が気になるから聞いてくれんだこの人。よかった観葉植物の話して。今全然大丈夫ですよ。枯れてない。新しい方も。でも光ってさ、何の光？多分さ、あれよね。家の光とかの光じゃダメよね、多分ね。いや、どうなんだろう。いや、難しいな。でも、植木鉢軽くなったらって、あからさまに軽くなるのかな？でもたっぷりあげるのも怖いのよね。それで2回やっちゃってるから俺。うわ、でもちょっと、そうね、せっかくメールいただいてるから、植木鉢持ってみて軽くなってお水たっぷりあげて、で、光が、直射日光を避けながらも、光が当たるっていう部分か。早気を起こします。デリケートね。葉っぱの皆さんもやっぱ、霧吹きだから買ってちょくちょくかけてんねんけど、なんか結構もう枯れる要素がないというか、たっぷりだから本当にそのお水あげるタイミングと量っていうのが俺の中で一番課題。
植木鉢持って軽くなったっていう、そもそもこんぐらいが軽くなった、こんぐらいが今お水あげんでいい状態の重さとかわからんから、そこの上げ時が難しいよね。とりあえず持ってみるとこから始めたいと思います。ラジオ聞いてほしいね、これからも。今は大丈夫です。植物調子いいです。いつが難しいんだろうね。夏なのか冬なのかっていうのね。ありそうだよね。でも夏なのかね、やっぱ。すぐ乾燥しちゃうから。ありがとうございます。続いてのメールいきましょう。神奈川県は大学3年生20歳のマコモダケさんからいただきました。先日 ZIP で伊藤健太郎さんが岸君ファンで初めましてで岸さんの話をしたとおっしゃってましたね。具体的にはどんな話をされたのでしょうか。また、弱虫ペダル撮影中の他の俳優さんともキンプリについて話したのでしょうか。その時の話題について詳しく聞きたいです。弱ペダル今回おめでとうございます。これからも応援してます。頑張ってください。どんな話？いや、ほんとそうよ。ZIP で、岸さんってどんな人なのってまず聞かれて、あ、こういう人だよ、こういう人だよって言って、俺、岸さんめっちゃ好きなんだよねって言ってて、絶対いい人じゃん、みたいな。会ってみてわーっていうのをしただけですね。だから、ただ単にうちのユアペダメンバーの中に岸ファンがいたよっていうだけでしたね。ごめんね、特になかったわ。ごめん。申し訳ねえ。思い出したらまた言うね。なんかあるかもしれないから。で、続いてメール行きましょう。兵庫県はココアさんからいただきました。レン君こんばんは。私は実は関ジャニのファンであるエイターです。今回レン君にお願いがあってメールを送らせていただきました。先日村上君が生配信で一人舞台違法はネオを行っていました。私はその配信を見ていたのですが、村上君はキンプリが大のお気に入りでたびたび名前を出していました。おー、嬉しい。その中で自分の派閥を作るなら神宮塾を入れたいと言いました。言ってたんだ。また永瀬君は大倉派閥に入っちゃいそうとちょっと質問していました。この話を聞きながら私は去年の音楽特番で神宮寺君がウーハギにあったのを思い出しました。空船か。確か。村上君は皆さん後輩からしたら癖の強い先輩だと思いますが、村上君から後輩にガツガツ行くことはめったになくすごく珍しいです。私も村上君の影響でキンプリが好きになりました。ぜひ神宮寺君、レン君、村上派閥の加入を検討してみてください。よろしくお願いします。何よ、派閥って。大倉派か村上派かってことでしょ。だから、他の先輩で言う兄貴会みたいな、ってことなのかな。桜井くんの。そうなんだ。別に大倉くん派閥なのかな、俺は。仲いいっていうだけで俺そんな、だからあれよ、大倉くん派閥っていうのは、なにわ男子ですよ、それは。ズブズブですよね、あそこはもう。直属に可愛がってもらってる、可愛いね、がってもらってるわけですから。いや、俺も大倉くん派閥なのかな。掛け持ち OK なんですか、これは、派閥は。例えば、村上くん派閥に入ります。で、掛け持ちがダメだった場合、大倉くんと遊んでると、村上くんに嫉妬されちゃうみたいな。っていうことも起こり得るわけでしょ、もしかしたら。おい、長瀬お前何大倉と飯行ってんだよ、みたいな。言われちゃうわけでしょ。っていうイメージなの、派閥って。掛け持ちもできない。でも神宮じゃ確かになさそう、派閥は。でもね、村上くんね、一回ご飯行ったっつったじゃん。村上くんと村上くんの知り合い4人で。行ったし、だから関わりあるっちゃあるから、いや、加入の検討難しいね、これ。じゃあ神宮寺くん押しときますね、じゃあ。でも、あるの村上くんと神宮寺くんの。そもそもなぜ、自分の派閥を作るのは神宮寺くんなのっていう部分ですよね。だからなんだろう、音楽番組、神宮寺の衣装を脱がされて村上くんが着てたってあるけど、好きなのかね、村上くん、神のこと。もし気になってるっていう存在なんですかね。村上くん派閥の現在メンバーも気になるしね、今。ね。難しいな。僕は加入は難しいですね、ちょっと。正直。うん。で、なんていうのだって、村上くんは神宮寺を入れたいってなってるわけですから。でも嬉しいね、そういう村上くんが僕ら名前出してくれたきっかけでキンプリが好きみたいな。いや、ありがたいですよね。これちょっともっと名前を出していく
ために、戦略的加入も、ちょっとありかもね。ちょっと考えていかないとね。ちょっと関ジャニ∞のファンの皆さんを取り込むために、ちょっと戦略的加入、ちょっと僕は、ちょっと長瀬考えておきたいなと思います。ありがとうございます。では続いてメールいきましょう。山形県は金ヶ瀬さんからいただきました。レイ君こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。7月30日に更新されたファンクラブ限定動画 You ゲーム試合のようの叩いてかぶってじゃんけんぽんを見て分かったことがあります。翔くんはじゃんけんするとき高確率で一発目にグーを出すようです。しかも2回連続でグーを出していました。翔くんにじゃんけんでどうしても勝ちたいときは負けたいときはこの結果をぜひ参考にしてみてください。これからもラジオ頑張ってください。いや、よく見てるね、ファンの人は。俺全然気づかなかったな。でもさ、見てもらったら分かるように、あいつの反神経鬼やから、俺が勝ちたい時に、パー出して勝てるとするやん。勝って、もう鬼の反射速度で、パッてもう防がれるから、そっからもう読めないわけ。いや、あいつの反射神経はすごいよ。マジで強かった。戦ってみて分かったけど、火じゃなかったもんね。でもちょっとここぞという時に使うわ。グーね。それでコントロールすればいいわけね、俺は。チョキがパワーを出して負けたかったら、みたいな。オッケー、ありがとう。いやー、もうたくさんメールありがとうございました。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいので、番組でメッセージを送ってください。宛先はエンディングで紹介します。それではここで1曲お送りします。昨日発売されました。ランドからいきたいと思います。曲は、キング&プリンスでブレイクアウェイ、どうぞ。You gotta keep on moving on. We're not growing up. One more time. You gotta keep on moving on. We can grow now. Come on.Wake up 四六時中のフィクション毎日が集めるおもちゃ2000万円のNo one change your world So wake up mind the mirror Are you ready? 心に声で気をつけるLike you'll never stop Psycho feeling good始まる日々を hold you 突き抜ける break away 先生のの弱り walk away 見捨て all my mind that's the way 困っても go my way どうせ you and I it's alright break away 前が分かると決めた lecture King&Prince 永瀬廉のレディオガーデン今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕永瀬廉からのお知らせです。King&Prince のセカンドアルバムランドが現在発売中です。このアルバムを引き下げての全国ツアーが今週末土曜日9月5日の宮城から全国9会場で開催されます。詳しい情報はジャニーズネットジャニーズウェブをご覧ください。永瀬廉が主演を務める映画ヨウムシペダルが現在公開中。主題歌King&Princeのキヨバハートです。ぜひ劇場に足をお運びください。この番組では皆さんからメール募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはren@jokr.net ren@jokr.net です。いよいよお別れの時間ですが、これ恒例の雑学メール紹介します。神奈川県ともまるさん男男性ありがとうございますからいただきました。いつも楽しくラジオを聞いています。程よい下ネタやゲームの話など同性としても分かると思うことが多くて面白いです。先日のニャラジを聞いていて、車のナンバープレートには火が使われないという雑学がありました。ちなみに北
他にも「お」と「しん」と「ん」が使われていません。「お」は「あ」と形が似ていて有事の際に判別がつきにくいから、「し」はそのまま「死」を発想を連想するから、「ん」は発音がしづらいからという理由だそうです。このナンバープレートに使用できない4文字を並べると「おしえん」になるんです。おしえんは元気だとアイドルを応援してる身としてもドキッとしています。おしえん。ほんまやな。おしえん、推しが変わるって意味か。おしえん。おとしとんなんだ。あ、そっか。有事の時にってことは、例えばなんかあっちゃって、車ナンバープレート覚えてやろうって見た時に、おとも、どっちだ時があるからってことか。はでもそうか。なんか、レンタカーが何やったっけ？わか。で、前も話したと思うけど、なんでカタカナとかチとか使われないんだろうね。別にそこまで区別する必要はないっていうことなのか、シンプルに。俺さ、ナンバープレートのそういうさ、ひらがなの振り分けってどうなってるの？もうランダムなのかな？ナンバープレートは自分で金払ったら決めれるやん。数字4自分で決めれるけど、こういうやっぱ、ひらがなはランダムなんだね。そうなんだ。だから、教えんね。そう簡単にしてほしくはないものですけど、車の事故と教えんだけは気をつけてということで、お後がよろしいようで。気持ちいい。てなわけで、お相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。